く×西洋占星術で子育てを楽しむ水本舞です。動画を見ていただきありがとうございます。今日はお母さんお羊座、お子さん水亀座の相性を見ていきます。まず大前提として、テレビや雑誌の星占いで見る何々座というのは太陽星座なんですね。例えば3月下旬から4月中旬頃に生まれたらお羊座、1月下旬から2月中旬頃までに生まれたら水亀座となるんですけれども、これはその方が生まれたその期間に太陽がどの星座の位置にあったかということなんですね。この太陽星座以外にも私たちには例えば月星座、金星星座、水星星座などなど、どの天体がどの星座と組み合わさっているかによって持って生まれた性質がガラッと変わってくるなんて言われています。なので人によっては自分の太陽星座の占いを見ていていまいちピンとこないななんていうことがあるかもしれません。今日のお話を聞いて、西洋占星術って面白そう。私のこと、そしてうちの子のこともっと詳しく知りたいと思ってくださった方は、こちらから公式 LINE に登録していただいて、科学×西洋占星術をどう子育てに活かしていただくかを一緒に考えていっていただけたら嬉しいです。では、お母さんお羊座、お子さん水亀座の相性について解説をしていきます。私は子育てって親がめちゃくちゃレベルアップできるクエストっていう風に思っています。クエストおなじみの4つの職業、こちらから勇者、魔法使い、賢者、ヒーラーとなっています。お母さん、そしてお子さんのそれぞれ持って生まれた性質によってどの職業の適性があるかというのが変わってくるんですね。お母さんのお羊座で言えばクエストで言うと勇者となります。お子さんの水亀座、クエストで言うと魔法使いですね。この勇者魔法使いの関係性なんですけれども、とってもいい関係性と言えます。どういうことかというと、お互いが大事にしているもの、価値があると思うものが結構似てらっしゃるんじゃないかなと思います。例えばお羊座は直感、フットワークの軽さ、こういうものが特徴的な星座なんです。それは水亀座も同じで、楽しいことが好きで、楽しいことを見つけたら、面白そうなことを見つけたら自分の目で見てみたい、自分の頭で考えてみたいっていう風にスッと前に出れる星座なんですね。なのでお羊座、水亀座親子の方は、例えば共通の趣味を思い切り楽しめる間柄なんじゃないかなという風に思います。その上でお羊座と水亀座の大きな違いが何かというと、直感で動くのか頭で考えて動くのかという感じなんですね。水亀座も結構フットワークが軽い星座なんですけれども、お羊座が直感で考えるより先に行動なのだとしたら、水亀座はまずこれって何なんだろうな、これって本当にそうなのかなっていうことを結構考えるのを楽しめる星座なんです。お羊座って12星座の中でも特に行動力、スピード感のある星座になりますので、お子さんが面白そうだなと興味を持っていろいろ考えている時間っていうものを尊重してあげることができると、お互いにすごくいい関係性が築けるんじゃないかなと思います。また、これ私の印象なんですけれど、お羊座さんって結構裏表がないというか、言葉がすごくストレートな方が多い印象があるんですね。一方で水亀座さんって結構つかみどころがなかったりするんです。水亀座の性質を星占いの雑誌で見た時に、博愛主義という言葉を目にした方もいらっしゃるかもしれません。すごく面白いんですけれど、水亀座って自分の美意識、自分はこれを大事にしたいという本当に細かいこだわりがあるんですけれど、それ以外に関してはかなりフラットな考え方を持っていたりします。ものすごく狭くて深い偏愛と、それ以外のどうでもいいっていうのが、なんかこの水亀座の博愛主義の一つの形なのかなと私は思うんですね。なので、水亀座のお子さん、結構いろんな方のお話を聞いていると、何か自分が物を作るっていう風になった時に、結構すごいこだわりを発揮するお子さんが多かったりするんです。そうなると、例えば寝食忘れてそっちに没頭してしまったり、あるいは期限が決まっているにもかかわらず、ここが気に食わないから全部やり直すみたいなことを言い出したりするわけですよね。なんですけど、それをお羊座のお母さんが見ていると、なんかちょっとずれているなとか、いや、それよりも優先すべきことがあるでしょって、ちょっとね、もやっとして、せかしたくなる部分が出てくるかもしれません。水亀座はすごくこだわりたい部分と、そうじゃない部分っていうのの、このギャップが結構大きい星座だなと思いますので、そこを知った上で、
ここがこの子のこだわりの部分なんだなというふうに理解して、そのこだわりの部分に関してはなるべく待つようにするとか、口出しをしないようにするっていうことをやってあげると、まるでお互いに刺激し合える友人のような感覚で親子の信頼関係を築いていけるんじゃないかなと思います。いかがでしたか？今日のお話を聞いて自分のこともっと知りたい、子供のこともっと知りたいと思ってくださった方、公式 LINE でお待ちしています。今日もご覧いただきありがとうございました。